僕の中ではやっぱこう向き合うっていうところが非常に大切かなというふうに思います。僕の実はこう座右の銘で端子いやさかなんていうね言葉があったりするんですよね。僕の打つ一打一打によってやっぱり自分のね志も鍛える、自分も鍛えながら皆様のね、本当こう幸せ長くね続けていける、使っていただけるようにってそういうこう祈りを込めたような意味合いで僕はこう作ってたりしますので、これからも職人として頑張っていければななんていうふうに思っております。銀の細工をするね職人ってことで、私こう白金師っていう風なね業種になりますので、技を受け継がせていただいておかげさまで32年なんですけどもね、仕事させていただいております。白金師としてはですね今12代っていう風な形で技を受け継がせていただいてるんですけども、こちらの銀器の技なんですけどもね、こちらこう300年のやはりこう歴史がありますと、あまたねいろんな技法があるんですけども本質的なことがあります。銀器は打ってあげることで非常にこう丈夫になってくれるんですよね。一番初めはですね削ったりね切ったりした粉があるんですけども、それをこうね溶かしてまずね塊になるんです。でこの塊をね打ってから必要な分だけの材料をまず作ります。日本でこう使われている銀器、実はこう都市鉱山っていうようなね言葉がありまして、削ったりね切ったりしてそれをねそのまま捨てるってことはないんですよね。またそこを集めてまた溶かしてね塊にしてまたね再生してね使うことができる銀の魅力だったりもします。これはこう当て台って言われる、素材は山桜でできている台になります。これもねもう80年とか90年ぐらいですかね使われている道具なんですけどもね、ここねこういろいろこうくぼみがあったりするんですけども、くぼみのところでね、スプーンのお皿をこう作ったり、銀を溶かした塊をね、ここでこう成形したり、ここをこう頼りにあらかたのね形を作ったりするようなそういうね、台になります。これ金床ですね。これもね鉄の塊のところを打ってこれ鍛えたこう鋼のね、材料のものになるんですけども、これをここに刺してあげるんですけどもね、でねここの上でねこう叩いて、作業するようなね、これはねならし打ちって工程になりまして、生地をですね伸ばさないように鍛えてあげるっていうね下地を作る工程になります。やればやるほどねこれ良くなっちゃう工程なんですよ。1秒に僕ね今これ3回ぐらい大体叩いてるんですよね。大体15分ぐらい目安にずっと打ってると、もうこれで大体今2000だなっていう風な計算をしながら自分でコントロールしてね作っていきます。職人仕事になりますんでしっかりと、鍛えてあげるっていうところはもちろん当然なんですけども、時間の中で作り上げていくっていうところが技にもやっぱりなってきますんでね、これはね当て金って言われるね、ジグになります。今度はね底打ちっていう工程ですよね。いろんな形のいろんなものがこうあったりするんですけども、あらかたのここは使えるよなとかここ使えるよなってするとね応用が効くんですよね。ここの上のね丸い形状があるんですが、ここはまだ機械えてるってところよりも形をねあらかたで今整えてる工程になる。ここの丸い形があるんですけどもね、これ大きさが違います。型ではないのでここで当たってるとこれがね当たってる音になります。ここですとね浮いてるんですよね。形が変わっちゃいますので呼吸も結構大切になりますよね。息止めてたらやっぱりこう詰まっちゃいますんでね、呼吸してるようなリズムで打つってところが非常に一定に打つには多分大切なのかな。
でまたそこから形を変える時は一度焼き生し火を入れてあげて、銀の分子構造をねこう整えてあげて柔らかくしてあげます。これがね酸化の皮膜がついてる色になるんですよね。表面上だけなんで、また金槌で打ってあげたり加工するとねこの皮膜が取れるんで色が戻るんですけどもね、これがこう純銀って言われる、ピュアシルバー 99.9% ですとこの色になるんですけど、この色を白金って言ったりします。白金語源になったりするんで、品物は柔らかくなるんですけども、そこからまた打ってあげるとねまた強度が出るってところで、だんだんこう形をね、作っていくっていうふうなところの造形で、単金加工というふうなところが、あります。でまたその後に今度ね削って表面上をねこう綺麗にしてあげたり、また磨いて仕上げるというふうなところで、作るのが、伝統技法の、銀器になるんですけども。用の美なんて言ったりするんですけどもね、実際に生活として使えて、そこに日常にこのね伝統の美をね取り入れてくださいってところがねこう伝統工芸品って言われてるので、伝統工芸って実はこう伝統だからやってるわけではなくて、不易流行っていうね言葉がございます。昔ながらのね、作り方やり方っていうふうなところ、こう根幹の部分をね変えてはいけないっていうふうな部分が実はこうありまして、こう本質的なところはこう変わらないってところがまたね魅力の一つだったりするんですよね。真心を込めてねこう一台一台打ってあげると、非常にこのね丈夫にね生活の中でも使っていただけるような銀器を作ることができる、使うことができる、ここがね銀器の中では本質かなと思います。